ごきげんよう、あすままです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。グレープパンナコッタ1798円です。グレープココナッツパンナコッタに似てますけれども新商品です。お値段は100円高くなっています。消費期限は明日です。パンナコッタの上に透明なゼリーとシードレスグレープです。蓋のギリギリにまで入っていたので溢れたのか周りがベタついています。今回も取り分けるために分解します。シードレスグレープは43個。ゼリーは 500g くらい。パンナコッタは 1kg くらいです。いつものようにティラミスの空きグラスに取り分けましたが、今回のは量が多かったので10個に分け入れたんですけれども、ちょっとねまだ余ったんですね。11個に分けても良かったなと思いました。これで243キロカロリーです。パンナコッタはココナッツパンナコッタよりも甘くバニラ感があります。パンナコッタだけで食べると甘すぎますが、ブドウとゼリーと一緒に食べることでバランスが取れます。見た目は地味ですけれども、味わいのバランスをしっかり考えたスイーツだと思いました。賞味期限が短いのでティラミスグラスごとラップして冷凍します。個人責任でと前置きはさせていただきますが、ゆっくり冷凍して解凍は冷蔵庫ですれば割れたりはしません。コストコのケーキの場合再冷凍にはなってしまいますが問題なく食べられます。スターバックス折り紙ホリデーシーズンブレンド20カップ2398円です。1杯あたりは 119.9 円。加工は兵庫県ですが豆はグアテマラ、インドネシア。賞味期限は来年の7月です。約8ヶ月です。開封しやすくセットもしやすいです。開いてサイドを押しながらカップに置いて、サイドを軽くトントンしてお湯を 140ml 注ぎます。香り高くてほのかに甘みもある柔らかな味わいです。苦味コクのバランスがとても好みです。気に入りました。美味しいです。尖りがなくほっこりする味わいなので贈り物にも喜ばれると思います。ビソツキーアーモンドラブハーブティー80バッグ入り2238円です。1バッグあたりは 27.9 円。原産国はイスラエル。賞味期限は2025年の9月です。約1年と10ヶ月です。好きなローズヒップがブレンドされているし、カフェインゼロが魅力で買いました。パックはピラミッド型。1パックにつき 200ml。人数分のパックをポットに入れます。お湯を注いで抽出時間は3分から5分です。好みの濃さになったらカップに注ぎます。アーモンド由来の香料とシナモンが使われているのでナッティーな香りがはっきりとしますが、シナモンのパンチは感じず、いかにもアーモンドって風味です。イナゴ豆の甘みとフルーティーなリンゴが効いていて、砂糖などを加えなくても優しい甘さがあります。ローズヒップ、ハイビスカスなどの酸味が残るので後味はすっきりです。原材料の茶葉はデトックスに効果があると言われているもののブレンドなので積極的に飲みたいハーブティーだと私は思いました。濃いめに入れて温めたミルクを入れたり泡立てて入れたりとラテなどのアレンジを楽しむのも良さそうですね。でも私はストレートの方が好きです。庭園銀鮭フィレ3274円です。 100g あたり166円は11月23日までです。メルマガ掲載品です。ちなみに切り身もメルマガ掲載特別価格で 100g あたり183円です。溶けきらないうちに切って冷凍します。背骨の長さは47センチくらいです。ヒレなどの処理はしてありますのでスライスしていくだけです。1時間かけて持ち帰りましたがまだカチカチです。頑張って切ります。尻尾はわざと大きめに切り落としています。背骨にひし形とひし形のマークみたいなのがあるんですけれども、その間に刃を入れて切っていきます。切り身として焼くならひし形3つ分がちょうど良いかと思います。だんだん分厚く大きくなってくるので最後の方は背と腹に分けてからスライスします。
小さいものはお弁当にも入れやすいです。1切れずつプレスンシールで包んでジップバッグに入れて冷凍します。油の乗ったカマは焼いてからほぐして韓国海苔、わさび、めんつゆとあえてご飯のお供にもなりますが、ライスペーパーを揚げてチップスにしたものにディップとして乗せても美味しいです。半端な部分を焼いておいてフレークにしておいても便利ですね。朝食を作ります。耐熱のボウルに卵を割りほぐしてからレンジで加熱します。蓋をして500ワットで1分、取り出して混ぜてさらに30秒を2回。余熱で固まってしまうのでちょっとね早いかなってとこで止めます。ほぐしておいた庭園銀鮭、粒マスタードを入れて和えます。チーズベーグルは600ワットで10秒温めてからマヨネーズを塗り、フリルレタス、酒&エッグを乗せて挟みます。朝食の完成です。今週のお酒は札幌黒ラベルです。ファミマのアプリでいただいたのでコストコとは関係ありません。メニューは味付けがんも、ごぼうサラダ、ジャッキーカルパス、銀鮭と韓国海苔のディップとライスペーパーチップス、鶏胸肉の唐揚げです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。詳しいレビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。